been some time now. Here's to moments time can age. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Welcome everybody, welcome to Downtime Ken です。今日はまたいいゲストが、俺のもうねほんとゆかりの、それこそ10年間ゆかりのあるバンドが遊びに来てくれました。 Everybody welcome See You Smile。 よろしくお願いします。いやありがとうマジで。ありがとうございます。すごい忙しいのにね来てくれて絶賛二日酔いですなんかこうずっとつながりあるけど、ずっとつながりある中でこうリリックだったりとかねやらせてもらって、今日はねそういう話もしたいんですが、うちらさその2020年とか21年パンデミックがあったじゃない。で俺はこのバンド頭おかしいなと思ったのが、その時に自分たちの自主フェスをその UVS を2020年だっけ。そうですね。2020年にやってで今もうツアーになってるわけじゃない。そうですね。ツアーもそれってどうやっぱさ周りにちょっとこう空気感的にちょっとなんだろう、今はちょっと静まるべきなのかとかさいろんな考えあると思うんだけど、その時にもちょっとレコーディングも関わってるけどさ、やっぱそのなんだろうそのコロナ禍の心境というか、どんな感じだったの？結構僕たちからするともう今がチャンスだっていうのはありましたね実際、この活動的に止めずに、このなんだろう先輩たちとか結構でかいバンドとかはやっぱ抑制されるしかないじゃないですかライブの中で。だけどもう鳴らし続けるしかないなっていうのはもうここで一回攻めるしかないなっていうので最初 UVS っていうのを始めて、でそういう意味で UVS なんかそのウイルス VS みたいな、自分たちみたいなでお客さんたち俺たちの戦いみたいないう意味合いで最初 UVS っていうのを始めて今まで続いてます。すごいよ。逆張りだね。逆張りパンクだよね。それはね難しくなかった。それをセットアップするのにさ、例えばさ場所がなかったりとかバンドもさ、呼ぶバンドもさ、そこが一番難しかったですね。その呼べるバンドが今もそのコロナスタートしてから活動してるバンド自体がやっぱりめちゃくちゃ少なかったんで、僕らの友達周りでもやってなかったやつらもいるしみたいな。確かにね。そこでのツアーとか組む際もその呼べるバンドがまず限られてくる中で、でそこをピックアップして誰と誰で組み合わせたらそれが一番面白いイベントになるかっていうのをすごい考えながらやってたよね。その時レコーディングもしてたもんね。してましたね。ガンガンやってたからなんかこう負けてないバンドだなってすげえ思ったし、でそれが今となったらさフェスにもなってて、こう各地回るわけじゃない。だからコロナの時いろんなライブハウスだったり今バンドもそうだけど、こうちょっとここレイローしようかなみたいな、ちょっとこう落ち着こうかなってなった時にめっちゃ上がってきたバンドというかチャンスって言ったのがめっちゃおもろくてそうですねもうその一点だったっすね完全に、そこまで自分たちは心情的にも食らってはなかったんで、コロナ入っても。そうなの？そうですね。コロナの時どんな活動じゃなくてもさ、その私生活の中で変わった、あんま変わんなかった？まあそれは多分みんなと一緒かもしれないですけど、音楽に対しては結構もうバリバリ今が本当やるしかないなっていう、もう、穴ができたかなみたいなすげえ瞬間があって、でパンクって音楽もう今鳴らすでしょみたいな感じでやってきましたね。いやいいっすね。いやシンプルに言うけどすげえことだねそれね。いやすげえ。だけどなんかその時はすげえすんなりねみんなでもう今しかないでしょっていう、すぐまとまって。もちろん最初の3月とかもツアー飛んだりとかもしちゃって、そのツアーファイナルだけできなかったりとかしてたんですけど、それもありつつまあやれる範囲で配信ライブとかを、あの頃はすごい盛んだったじゃないですか、ストリーミングライブが、あれとかもやりつつみたいな、もう手探り状態ですけど素晴らしい。そうですね。やっぱりお客さん入れてやるライブが最高っすね。その中でも配信もやっぱ多かったんですけど、やっぱ配信って見る人も飽きてきちゃうのかなとか、まあそのやり方は多分あると思うんですけど、いろいろだけどやっぱり生で音を感じてもらって
遊ぶのがやっぱりライブっていうものはありますね。ライブの音量は配信じゃ無理だもんね。無理ですね。でヘッドホンマックスにしてもね。そうね、迫力はないからね。でもさ、こうコロナでいろいろ多分ライブシーンっていうのも変わって、例えばみんなが飛んでたりとか、手挙げてこう遊んでくれてたのがすごくこうパンクだとかそういうシーンだと珍しい、こう棒立ちって言ったらあれかもしれないけど、こう静かに見る文化が結構今だったらないかもしれないけど、結構長く続いたじゃない。そうですね。それは演者としてどうだった？これに関しては俺的にはなんか結構俺的にはあるのね。あるのは全部言ってた方がいいの。そうそう。だから結構やっぱり制限は多分されるんですよ。モッシュとかステージライブができないですけど、なんか踊れるって部分で結構音楽を考えていって、そっからやっぱりそこは俺も作曲全部してるんですけど、それも一緒で、そういう体が乗りやすい方向の音楽をなんかやろうと思ったわけじゃないんですけど、気づいたらそっちの方向の音楽作ってたりが多かったですね、あの頃は。だからやっぱその状況でいろいろ作曲の方向性とかも変わったんだ。そうですね。ショーンはどうだった？その時期というか。そうですね、最初は最初の 2,3 ヶ月は何もできないことが続いて、けど8月ぐらいから配信とか始めて、で俺も最初お客さんいないのが寂しいなみたいな、って感じだったんで、そっから初めてお客さんの前でライブするってなった時になんかすごいそれだけで嬉しかったっていうか、ライブとか起きなくてもそれだけが嬉しくて、そっから徐々に戻ってったんで。みんなライブでマスクとかしてた？してました、最初してましたね。あとなんかバリケードみたいな全部あってステージ側にってことか。しかもマイクにもこういうバリケードがついちゃって。おそれすごいねそれね。なるほどね。だからで今はもうそういうのはあんまないというか。そうです、もう完全に戻ってきてますね。ここで少しお知らせです。ダウンタイムではパトリオンページを開設してます。パトリオンとはサブスク型クリエイター支援プラットフォームで、世界中のクリエイターとファンが愛用しているサイトです。簡単に言うとダウンタイムの月額クラウドファンディングみたいなプラットフォームで、私たちもリターンとして毎月限定コンテンツを配信していくっていう形になります。ダウンタイムを応援する新しい形として、ちょっとでもチェックしてくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。お願いします。それでパトリオンにはどういうコンテンツがあるのかっていうと、本編終了後にダウンタイムチームこの3人で撮るアフタートークをメインに、撮ってみてシェアしたいけどもメインチャンネルとはちょっと雰囲気が違うなっていうコンテンツを集めて、ダウンタイムをよりディープにバックステージパスみたいなコンテンツをアップできればなと思っています。興味があるなっていう人は概要欄にあるリンク、それか patreon.com/downtimejp をチェックしてみてください。よろしくお願いします。 Alright, let's get back to the show。 なんかいっつもリリックやってるとみんな揃うことってないじゃん。例えばルイとここには今いないえのちゃんとかが一緒にいたりとか、時々とかね、ショーンとかも来るけど、俺多分ギリオダ君と一番接してない、なんかこうお話ししたことないと思うんだけど、だから俺すごい興味あんのね。本当ですか？そうで今の話聞いてもっと興味湧いたんだけど、この CA の中でさ、どんななんかこうポジションってあんじゃんみんな。なんかこの人はこのしっかりしてる人、バンマスとはちょっと別でさ、どんな構成なの？リーダーとかいんの？リーダーはあやとですね。一応俺っていう感じではあります。はいはい。でそう、レコーディング来る時もね、こうやってずっと座ってる。幻覚でショーのように。言うて俺もリーダーっすね。フロントマンって感じだよな。でもツアーのその生産関係だったり、フラッグ設置したりとか、そういうの進んで、はいはいなんかすごいね。仕事的な面で言うと、じゃあマイクを使った方がいい。僕らが結構なんか裏方みたいなポジションも担当してるかなっていう感じで、そうですね。連携取れてるんだね、やっぱ。結構音楽制作的な面で言うと、この2人とあと榎本とが3人でやってて、その裏で俺たちはなんか裏方的なポジション
制作というか、まあデザインとか。そう、まあ、そうだね僕はデザインやられてるそうですね、やってグますッズ、ねそうですね DIY で一応結構やってて、まあ、グッズのデザインだったりとか、まあそのツアーのフライヤーのデザインとか、あとまあジャケのデザインとかを、まあ今回の一番新しいやつはちょっとイラストレーターにお願いしたんですけど、そうですねデザインやってたりとか、まあ経理の面とか。全部もすごいうねバンド内でやってんのそそうれ。です完結させて。すごい。でレコーディングもだってやっちゃうんだもんね。そうですね。えのちゃんがすげえわ。やらかしたなって思った時のなんかこうツアーとかライブとかってある？とんでもねえ忘れ物したとか、なんかそういうやらかしたなみたいな。ある。でもあれじゃない、ショーンとかあれじゃない、4フェスのさ。あ、そうっすね。何なんだっけいやこれマジやらかしたんですけど4フェスに出演させてもらった時にその俺ら1音目でギターの音が鳴らなくてでうわそう何人の前だったそれ？もう何人？全然8000 4フェスですもんね。 80億人の前だよ。でかすぎる。 1音目なんねえみたいなで見たらスタンバイがオフになっちゃってうおー。これめっちゃやるわ俺。大平さんも経験あり。こうやらかしやばいねなんです。けどまあもう気にしないでやろうでまあスイッチはできたんですけど、なるほどねまあやらかしっすね普通に。1音目ションみんなでみんなでバーンの時に俺の音だけ鳴らなくてエアーでバレてないから大丈夫だ。全然大丈夫。まあそれがやらかし。まあ気づいてない。気づいてない。誰もわかんない。そういうのあるの。そういうのいいわ。そういうのねみんなあるもんね。そういうの。チャック開いてるみたいな。それね。何それ？チャックを閉めんの忘れるんですよすぐ。はいはいはい。でライブ中開いてて、うんうんで最前のお客さんに女の子とかにチャック開いてる。一番恥ずいやつだそれ。もうそれを56回数えきれないぐらいいやタイム今は大丈夫しょっちゅうやって開けてきた方がいいんじゃない？まあオープンな気持ちでライブやってますと。なるほどね。でもまあそれもねまあ言っちまえば可愛いもんですね。それはね。俺もねチャックはあるわ。確かにチャックはある。これねボーカルはね一番前だからそうですね多分ね全員やってるんだよ。やってるやってる。全員多分チャックも全開にしたこともあるし多分うんこも全員漏らしたこともある。それ大平さんのなんかそれね俺とルイはねボーカル言わないでくださだからまあ一番前だから言われちゃうみたいな。そうでもやってることは全員一緒だから。い。それ多分大平さんだけじゃないかな。その今のはね。地球の男性の約 120% はうんこ漏らしたことある。 120%も。うんこはなんかありそうやけどなシーもまあ漏らしかけたはありましたけど、そのオーイーストでそのサタニックサタニックパーティーっていうサーキットバージョンのやつがあって、はいはいはい。それの時に俺が鶏肉で当たっててめちゃくちゃお腹痛かったんですけあれ辛そうやど、さすがに飛ばしたくないライブだったんで、もちろん。まあ全然ほぼ治ってる感じだったんですけど、急にライブ中波来てやばいめっちゃ覚ね。えてる俺座り込んでギターを弾いてたんですよ。もうやばすぎて。なるほど。横であやと見たらなんかいつもと違う動きしてると思ってなんかやばそうないやでもなんか終わった後にメンバー聞いたらステージング良かったけど、そう限ってこんな。いやそうなるほどね。みんなからしてみるとね。すげえとこまで行って俺るみたいなはうんこ漏らしそうなだけなのに。やばいね。ちょっと言ったらそんなライブの日の話してくれるとは思わなかった。すげえな。じゃあでもそれがみんなからしてみるとよかったよみたいな。いやびっくりしましたねあれも。そうすごいね。奇跡の波で出来上がってるね。いいねこのバンドは。バイブスがちゃんとこうあるんだろうね。その中でなんかあやだったらいいことやってくれてるだろうみたいなパフォーマンスだろうみたいな。完全にそれだと思って素晴らしい。もうどんどんじゃあやってってください。だからね。みんなが思うこれみんなに聞きたいんですけど See You Smile が誰にも負けないこと。うんこを漏らしそうな時の対処法それだよね。それは対処法以外でのチュートリアル出してほしいですよね。このね。何が負けないことじゃないですけど
強みだね。その強みみたいな、まあ僕たちしかもうポップパンクバンドがいないなと思ってて、今日本でちょっと大きいこと言うんですけど言ってこう。実際言ってきますけど、もう僕たちしかいないと思ってて、だからもう今ポップパンクシーンを引っ張る時の俺たちだっていうのをもう掲げてがっつり素晴らしいやっていってますね。そこのちょっと気合は誹謗中傷はこちらまでっつって榎本のアカウントのけてこちらまで。いやでもそういうのいつレコーディングの時とかでもやっぱちょこちょこ話す時にやっぱそれは感じる、ルイからは、俺たちっすよみたいなのは。だからねリリックもやっててすごい自分も自信持ちながら書けるし、それはね常に思うこと、マジでトゥルーにそれを考えてるなって感じ、思います。ありがとうございます。あとは曲じゃないですかね。曲がかっこいいと思います。うちの曲はかっこいいよ。かっこいいです。かっこいいです。いやいやわかる、そこが強みですかね。作曲はもうメインであやとが。そうですね。もうほぼ全部自分が書いて、一番最初の、デモの時だけはその榎本が、俺が全然曲作れなかったんですよ、で1曲だけ俺の曲で、他の2曲は榎本が書いた曲で実は。でもそれ以降はもう全部俺が作ってます。じゃあショーンは？俺はライブ金勘定でしょ。ライブ金勘定だけは負けません。アカウンティング担当です。そうですね、ライブで、楽しい思いにさせるっていうか、来てくれたお客さんが楽しい思いになってくれるっていうのが強みだと思ってやってますね。なんか CU の映像とか見ると、PV もそうだしライブ映像とか見ると、もちろんフロントマンにさこうルイはいるしフロントマンなんだけど、みんなさこう例えばさライブ見てセンターにルイがいます。でどこ見てもえのちゃんもそうだしショーンもそうだしあやともそう、みんな違うキャラしてるよね。確かにすごいなんかみんな違う色が出てて、確かにライブパフォーマンスではこう棒立ちのやつが一人もいないしそうなんかだからそういう意味では確かにライブはすごいパワフルな、多分自分たちが楽しんでるから伝わるっていうのはやっぱ一番大事だなって思ってるんで、多分ショーンもそれはね。そうっすね、いいね。いやいいと思います。桐生田君は？さっきも言ったその流れなんですけど、やっぱりその自分たちでそのいろいろレコーディングだったりとかデザインとかそういう面をやってて、やっぱ自分たちで何でもできるぞっていう気持ちで、俺たちだけで全部やってやるぞみたいな気持ちでやってるっていうのが一応多分これは結構強みだなって思いますね。やっぱ自分たちで意見出し合いながらデザインとか曲もそうですし、なんだろうな、そういう面がやっぱり他のバンドには多分結構ないんじゃないかなって、これは俺たちの強みなんじゃないかなって思ってますね。 OK でそれが強みで、次の質問なんだけど、まだ成長できるなって思うところって何？だけどライブのクオリティみたいな、その遊びに来てくれるお客さんに対してやる中でライブのクオリティみたいなものはどんどん上げていき続けたいなっていうのはあるですね。ライブバンドだから俺たちはそういう部分はやっぱあるですね。成長していくっていうのは、曲の中でも本当に多分パンクバンドって思われないと思うような曲ももうもちろんあるんですけど、本当多分ジェットコースターみたいなライブもあったりして、セットリストとかの中で、だからすげえ楽しめると思うんです。いろんなジャンル好きな人聞いてても結構ハマると思うんで。今ピンポン来ました。今ピンポンいました。じゃ大栄さん出てください。大栄さんが出てください。やる？真顔です。これ任せるバンドに。マジでごめんなさい。お疲れ。ちょっとこうさせて。お前何飲んで。もう笑っちゃってんじゃねえかよ。もう笑ってる。いや。一番僕こいつ何してんだよ。そんなもんドッキリできないじゃん。もうマジでこの人もうこれ映してじゃあもうどうすんの。1時間も遅れてきてんのに。マジで分かんない上を行ってたわ。これはやられましたわ。上行かれました。よろしく。ようこそダウンタイムへ、えのちゃん。ここちょっと座ってもらって。登場してるんです。ちゃんと登場したかったんですけど、すみません。いや鬼殺しある時点で生産になっちゃう。生産になっちゃう。
サムネでお願いしこれもサムネでこれサムネでサムネだねこれはね。ます。シンプルに鬼殺し持ってる理由もいやマジでなんでそれ持ったの買ったの。計算でしょ。あ、そういうイベントなのかなとそういうイベントそういう今日企画そこはあんま間違ってなかったそこはあんま間違ってなかったね。正解だよ正解です正解ですあなたよかったそれはよかった当たってたわ。素晴らしいわ本当にただただ寝坊しました普通に寝坊しましたいいね今回のアルバムはい。 Youth Driven Sound はまあ明らかに一番ねえのちゃんとルイとの一緒にやってるからあれだけど一応話してるけどこの Youth Driven Sound っていうこうフラッグワードみたいなこの君たちの中でのキーワードみたいなのを持ってきましたっていう感じだったじゃん。だから改めて聞きてんだけど What's Youth Driven Sound 何なの？ YouTube サウンドはけど最初なんか自分たちの中でなんかポップパンク東京ポップパンクっていう名前で掲げてやってたんですけどなんかその中でキーワードみたいなバンドの中で一個決めて活動していきたいなっていうのが最初あってでそこでみんなで考えた上でその若者主導で引っ張っていく音楽みたいなポップパンクとかって多分特にそういうユースなカルチャーだと思ってるんだよ俺の中で。でそういう中で若者主導で俺たちが引っ張っていくっていう最初タイトルを YouTube サウンドっていう名前をつけましたね。それがしかもアルバムのタイトルでタイトルトラックでもあるわけじゃないそうですねその一発目の。であれリリックやった時にあの曲は Youth Driven Sound っていう歌詞しかないから俺にまず来なかったんだよ。はい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 覚えてる？覚えてね、じゃあケン君これ聞いてって言われた時に俺は引っかかったんだよね。はいはい。覚えてね音と合わなかったから提案したのがその YDS にすればとか、そう123にすればいいじゃんみたいな。で多分その時は分かりましたみたいな感じだったんだけど、もちろん納得いってなくてその後にそのメロディーが Youth Driven Sound がちゃんと入るメロにしてきたじゃない。だからやっぱ Youth Driven Sound ってちゃんと言いたいんだな。そうっすね。めっちゃうまく入ったからそうっすね俺も全然 OK だったしいいんじゃないと思って。そうですね。みんなに言っていってほしいんでしかもそれを。SE とかでなんだよそうっすねイントロのね。今ツアーの SE で使ってるんですけどむちゃくちゃいい感じです。あれ超かっこいいもんね。超かっこいいですみんなで SYS って叫んで。そうだよね。なんでこうノンネイティブな英語で挑戦し続ける理由ってある？それはもう確実に僕ら海外に行きたいっていうバンドとしても目標があるんで、その中で絶対英語とは必要だと俺は思ってるんで、ずっと英語は切り離さず。でそれはもうメンバーみんな同じ。そうですね。まあ言語感とかもあんま正直その音楽性にとって関係ないかなみたいな部分もあって、まあ確かにそうだよね。好きな響きの音を研究して使って曲作ってみたいな方が僕らにとってやっぱ自然というか、だから日本語も混ざってくるし、そうだね。その時その時で使いたい言葉を使ってみたいな感じではありますね、今のところ。音楽的にもそうだし、俺も中学の頃に一番最初に出たいなって思ったのがバウンズワープドツアーだったんで、やっぱりそっちの方の、フェスとかの憧れがやっぱ強かったんで、やっぱり英語は重要で、なんか海外に行くための武器としてもやっぱり使っていきたいなっていう感じですね。いいね。それがなんかこうなんだろう、もっといろんな人に伝わってコメントとか見るとさ、結構海外の人たちともコメントしてくれるじゃん。だからそういうのもちょこちょこチェックしてるから俺もなんかこう自分携わった作品だし、なんかね嬉しい。なんか増えてきてるなとも思うし、そういうリアクションが。アルバムの中でももうこれ言うけど、そのアフターツナイトのリリックを引用しまくってでそのまま自分たちの今思ってる言葉に変えてもらって、そうその話もね実際やばくて、それって最初大丈夫かなってこの持っていっちゃってみたいな部分はでもまだ 85% ぐらいしか使ってないでしょ。そうっすねじゃあまだまだ使えるかも。まだあるまだ使える。そうまだあるわ。
その15歳16歳の時に聴いてた「Even After 10 Years」っていうそう曲があって、だってさここに書いてあるもんトピックとしてこれそういう先に言っちゃったされるだろうなと思いながらあれは実は最初に綾人がバーンって持ってきて、リリックでこれに沿って書こうってなって、シンガロングもさあれ結構何回も来るじゃない。そうですね、ドニー・マップスのところだからあれをもらった時にちょっと前振りみたいな感じで言われたんだよね、ルイにこういう曲が来ますと。それが一番最後の曲だったの、で、来ますってもらって歌詞もらってでアフタートゥナイトの歌詞がバーンってあってでブレイクでもあって、でちょっとその語呂が変わってる部分とかでもこれは例えば俺歌詞はキープしたまま語呂をちょっとふわりをちょっと合わせてみよう、だったら俺だったらできることじゃん、自分が書いた歌詞だからそこで例えば別の人がそこをふわり変えちゃったらちょっとってなるかもしれないけど、俺が変える分にはいいかなと思ってそのシンガロングに合うようなその結局だって B メロだからそうですねシンガロングのバンド B メロだからさそうなんよシンガロングじゃないからもともとはね、だからでもなるようにして、だったらこれだったら俺的にもちゃんと作品になってるしそれを分かってる人も歌詞だなとか知らない人でも楽しめる、歌詞になれるかなと思って、だからそういうのも含めてちゃんとその歌詞見てほしいですね、多分発見する部分多いと思うし、このアルバムの中でみんな多分作曲だったりリリックはあると別としてみんないろんなパートでやってるからみんなの中でこの Youth Driven Sound の中で思い入れの曲をね聴きたいんだよ、もしあれば。ほぼそうやなそりゃそうだろうな、ね、そりゃそうだろうな。1個選ぶとしたらとか1個こうみんなに聴いてほしい曲、全部もちろん聴いてほしいんだけど俺先言っちゃっていいですか。うわどうしようどっちにしようだけど1996っていう曲があって、自分の生まれ年のほら見てタイトルで、そう俺もそれだからそうあれに関してはすごいその地元についてやっぱ書いてたりみたいな、そのやっぱりタイトルとしてその青春とかの中の葛藤とかそういう部分でやっぱり愛した場所に帰って最終的に眠りたいっていうなんか強い思いがあったんで、なんか一番思い入れがありますね。あれでマジで歌詞で聞いてください、いいね。東京に出てきてその中で感じたこととかも含めて入って、だから共感できる部分多いと思うんですね。俺も996かな、一番そうですね。カンシと別れた時に作った曲だったんでそうなんだ。でもそれもなんかあんまり感情自分の中分かんなかったんで、とりあえずあの曲も一夜で作った曲なんですよ、もうなんかとりあえずバッて思い浮かんだのを作ってみようみたいな感じで作ったら、なんか思ったよりそんなに切ない曲じゃないなと思ってみたいな、そんなでもこう哀愁はあるけどって感じだよね。そうですね、そこで一旦みんなに送ってみたいな、そしたらもう即採用みたいな感じだったんで、哀愁的な部分でも多分ルイが汲み取ってそこでその地元の曲にしてくれたりとかって感じなんで、そっか、曲を書いて要するにそのじゃあ別れましたっていう感情で曲書いてその上からキャッチして歌詞を別の歌詞でそことメロディーも含め一緒にやってでそっから歌詞書いてって感じです。じゃあすごいいろんな物語があるんだね。いろいろあります。だけどそれは一回まず聞かせてくれないんで聞いたら多分答えてくれると思うんですけど、一回投げてくれて多分こっちの俺の考えキャッチの仕方で、なんかね逆もあるしね、そのサウンドラブって曲とかも、俺もうなんていうんですかね、もうリフからリフに行く曲を作ろうと思って、もう展開はもうごちゃ混ぜみたいな、サビ以外はもう同じところはあんま来ませんみたいな感じの曲書こうと思って、それをとりあえず書いてもう自分の赴くままにみたいな感じで作って送ったら、それはそれでルイをまた別でキャッチしてみたいな。そうだねそうね。サウンドオブラブをレコーディングしててブース入ってた時もリフの間の時やっぱずっと歌っちゃうもんもうリフが歌った間のリフとか歌っちゃったもんメロもいいっすよね。あれはそのさこうなんつうの、俺とかケンは曲作るの人と歌詞作る人が
一緒なんだよね。はいはい。そうですね、そうですね。だからそのなんつうのこうバッキング作る人と、それをボーカルがちゃんと料理してくれるみたいな、その信頼関係でこう成り立ってるってなんかあんま味わったことがなくて。そうですね、それ本当そう。やっぱなんかこうやってこういう場で喋れるっつうとすごいいいことだなみたいな、なんか思ったね。なんか今聞いてて別の物語があるからね。やっぱ作曲してる、その作詞してない人もちゃんと物語があるわけだなっていうのをなんかこう当たり前なんだけど今実感したというか、当たり前ですけど、あ、確かにな。でもそれをちゃんとなんか合ってるしね。なんかこの結局最終的な1996って曲の中は結局それもなんか言われて納得する部分あるし、そういうサウンドになってんなとも納得するから。あとあれですね、その仮タイトルが最初に1個バンってあるんですよ。デモの段階で。でそっからそういうタイトルかみたいなとこからも感じたりみたいな部分はあるですね。じゃあ2人ともとりあえず1996か。シャンはどう？俺はまあ悩むんですけど、Even After 10 Years ですね。まあメロディーと歌詞も、まあ、歌詞ももちろんだし、サウンドも結構王道なポップファンクというか俺の好きなサウンドで、まあその曲が一番好きですね。なるほどね。ちょっと意味もあるしみたいなね。そうっすね。最初あれもらった時俺に頼むって思ったよ。なんか大丈夫俺でみたいな思ったけど、いやありがとうございます。大切にしてください。ギリオダ君はどう？僕はまあ再録の曲にはなっちゃうんですけど、ティーンエイジャーズって曲がやっぱりもうずっとそのファーストデモの最後の曲で、でもずーっともう初ライブから多分今まで一回も欠かさずにやってないライブないんじゃないかっていうぐらいやってる、本当にもう超大事な曲で、しかもまあファーストデモの時ってやっぱまだドラム打ち込みでとかだったんで、今回レコーディングもちゃんとできてっていうので結構そうですね、めっちゃ思い入れありますね。デモとはえらい違いだよね。もう全然サウンド違うし、シンプルに今曲かっこいいですね。あの曲かっこいいです、めっちゃかっこいい。自分がキッズだったら多分普通にぶち上がるシンガロングしちゃう曲だと思うし、いいね。みんな See You Smile の曲が好きだよね。とにかくめちゃくちゃ好きだよね。めっちゃ好き。そのなんかこう もちろんみんな好きだなんて書いてるから好きだけど、それをこう恥ずかしいから言わないんじゃなくて、単純にこう素ではい好きです、いいと思います、かっこいいと思いますっていうのが素晴らしい。それはいいと思う、バンドとして。でティーンエイジですね。えのちゃんは？俺やっぱサウンドオブラブっすかね。やっぱ4 Year Strong めっちゃ好きで、言ってたもんね、レコーディングでね、あの時ね、あのリフ。いやそうですね、もう自分のシャウトパートとかも特にいっちゃん高い音出して、結構もうギャンギャンなんですけど、曲自体も超激しいし、もう最初俺文句言ったんですよね、あやとに。お展開多くねとか言って俺は変えなかったでそれが正解だった。でもメロがやっぱハマると自然に聴けるなみたいな、狙ってましたよそれも。さすがです。あやとか全部計算してるから。いいね。俺の思いの曲も1996なんだね。でそのなんでかっていうと、それこそ俺休憩してた時に、今からじゃあ、1996って曲があってみたいな、でふと言われたんでね、俺がこの前故郷に帰った時にその故郷の風景とかを見て書いた曲、なんか大切にしなきゃいけないなって、なんかねすごくあの時すごく重みを感じて、じゃあ俺もなんだろう、そのバックグラウンド聞いたらちょっと気合入って、もう全部の曲もちろんそうなんだけど、あれはね特にで一個リリック的には超チャレンジしたところがあって、それがサビ前の韻を踏む部分なんだけど、普段絶対やらないそのさっき人混み、東京の人混みと、そうとそのクラウド、雲、そこの L と R をそのスイッチすることによってそのライムショーさせようとしたんだけど、あれって絶対普通できないのよ。クラウドとクラウドってなっちゃうから、クラウドとクラウドって結構難しいところなんだけど、これは多分
ビシッて入ったら、その風景がすごい描写できるから、絶対やって多分言ったんだよね、いけるからっつってでそこで結構何度もやって成功したとか。だから俺の中では1996っていうのはそのまあ2人もね言ってたけど、やっぱ重みのあるやっぱ曲だったんだね。そうですね、その生まれ育った場所への感謝じゃないですけど、やっぱそういうのやっぱ自分を作ってくれた場所だと思ってるんで、でそこに帰りたいっていうね、そうですね、自分がその自分がその空の星になりたいってすげえロマンチックだなと思っていやいいなと思って、それをなるべくいい英詞にしたいなと思って頑張る。星っていうのもそのスターっていうなんかそのなんだろう、ミュージックスター、ロックスターっていう意味でもなんかハマったなって思います、確かにそういう感じでひねってあるしね、歌詞もね。なら俺は1990、まあ、全部ね好きなんだけど、やっぱ1996は特にね重みを感じたいい意味で曲です。いやだからね、みんな Youth Driven Sound マジ聴いてください。俺もねめちゃくちゃ頑張ったし、これからねいっぱいツアーもすると思うんで、みんな Go check out See You Smile。 今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。 See You Smile でした。 Take care。 See ya。 ありがとうございます。ありがとうございました。Welcome to Downtime with Engineering コーナー。そっちで、はじめまして。山中と申します。See You Smile のベースの榎本と申します。